彼女は4児の母。バタバタですね。まだまだ。そしてシングルマザー。17年にも及ぶ辛いパートナーシップに別れを告げ、一人起業。古き良きものづくりや伝統を後世に伝えたり、自分のようにパートナーシップに問題を抱える女性たちを保護したり。ちょっとパートナーシップでね、問題があって身を寄せる場所が欲しいって人にもお貸ししてる場所なんですよ。可愛くてボタンがこの中にこう散りばめられてたりとかさ。かと思えば、ボタン店のオーナーでもある彼女は人の3倍は走り続ける頑張り屋。板長の思いみたいなものも書いてもいいかもしれない。声をかけられれば一緒に伴走せずにはいられないママさん起業家三留綾子さん44歳。彼女の情熱あふれる3日間のドラマに密着。あら似合う、かわいい、かっこいい、かっこいい、楽しいかっこいい。少女のように笑顔を弾ませ、三留さんは本日のイベントの準備を進めていました。ジュリーみたい。ジュリーってどっち？それも可愛いです。一応どんな感じになってもいいなと思って。これどう？ザビエルみたいな襟もやばい。かわいい。まあでもこれはさておき。ザビエルね、社外したらいいかな。三留さんが運営する着物サロンでは、日本全国に眠っている休眠着物を救い出し、再び輝きと息吹を与えます。イベントやファッションショーに着物の美を掛け合わせることで、演者や参加者たちの魅力に新しい視点を加えることができるといいます。相手が喜びながら美しく彩られる姿を見ることで、彼女の幼少期に満たせなかった少女性を今満たしているのだと語ってくれました。そう、ちょっとかっこよくね、それで色っぽい感じにしてほしいって言われて、だからまあ髪が下ろしてるよりも上げた方が色っぽいと思うんだよね。いつもイベントって強烈な成功イメージで組み立てるんですね。その絵がもうまさにそこで行われてるかのように思い浮かぶんですよ。ってなった時に、その人を一番輝かせたい、その人を一番そういう場所で光当てたいと思うんです。そうするともうその人にメッセージをせずにいられなくて、アンティーク着物でプロデュースさせてほしいですっていうことをお願いしたんです。イベントをする時ってその世界観自体をすごく大切にしてます。一つ一つの場所の位置だったり、5センチこっちとか、光が当たりすぎないかとか、いろんなことを考えて配置をするので、5、6年宝飾の現場にいたからこそ、光の当たり具合とかそのものの声を聞くような雰囲気なんですね。あなたはどっちに行きたい？こっちがいいかな、でもこの子と一緒にいたいねみたいな形で常に物と対話をしながらやってます。古い空間ってなぜか落ち着くって皆さん言ってくださるんですよね。そう思ってもらえるような空間づくりがいいと思ってるんです。落ち着いて豊かな気持ちになってほしいと思っているので、古いものだけたくさんあればいいわけじゃないんですよ。独特な世界観があるというか、私は相手が笑ってくれること、よかったよ、楽しかったよって言われることも嬉しいんですけど、相手が本当に満足している時の顔って分かりますよね。それを見た時にぐーっと込み上げるものがあって、このお仕事やっててよかったって思うんですよ。それはやっぱり私が誠心誠意込めたこの空間で最高にリラックスして豊かな時間を過ごせてもらったから目にね現れてくるんですけど、ああいい目してるなって思ったり、なんか美しいなと思ったりするんですよね。やっぱ人って感情が表に出づらいだけに、今本当にそういう人たち多くて、ちょっとしたきっかけですっごい生き生きするんですよ。それが私がしてあげられる何かであれば、すぐにでも変えてあげたい。その人一人って唯一無二の存在じゃないですか。私なんてってみんな言うんだけど、みんなすっごいストーリーもあるし、大事な存在ですよね。誰かの大事な存在でもあるんだけど、会える時ってその一瞬しかないですよ。
またねって言うけどないかもしれない、そういうことも私はよく分かってるので、とにかく自分と時間を過ごしてくれる時はその瞬間瞬間を大事にします。株式会社のストーリー、みとめ代表やっておりますみとめと申します。今日は来ていただいてありがとうございます。今日はゆっくりとここの森のうさぎの時間を楽しんでください。ありがとうございました。イベントは滞りなくスタート。ジャズシンガーの歌声に観客たちは魅了され癒される中、主催者のみとめさんはホストとして精一杯もてなしていきます。バタバタですね。まだまだ。そしてみとめさん自身もお客さんと一緒に歌手の歌声に心を寄せていました。あの頃を思い返しながら。曲の中で一つ飛行機の歌があって、で私の幼なじみが白血病で中学校の時亡くなっちゃったんですけど、家出をして祖父の家から中学に通ってたんですが、家から出たくなかったですよ。コミュニケーション取りにくい特性があって学校行きたくないなと思ってたので、でも白血病になった彼女が私にお願いがあるって言って、実は来週から入院するんだけど、何々くんが毎日どんなことしてるかを知りたい、病院に入ると見れないから代わりに見て手紙で教えてほしいって言われたんですよね。で私その子が病院に入ることは悲しかったけど、病を乗り越えて必ずまた学校に戻ってきてくれると思って必死で毎日のように文通したんですよね。最後は彼女は卒業式だけカツラをかぶって出てきましたが、見るからに痩せて白くて、でその1週間か2週間後に亡くなっちゃったんだけど、私が彼女にお願いされて学校に毎日行ったけど、彼女がいなかったら私はきっと学校に行かなかったですよ。で明日行きたい人がいるのに、もう自分で命をね諦めちゃう人がいっぱいいる。それは本当にもったいないことだと思っていて、なので悩んでる人がいたら絶対命だけは諦めちゃダメだよっていうことを言いながら、今までの人生を取り戻すかのように日々全力で走り続けるみとめさん。その原点は彼女の少女時代にありました。1978年、みとめさんは新潟県長岡市で生まれました。3姉妹の長女で5人家族。両親は働き者で家にはあまりいなかったため、長女のみとめさんが妹たちの世話をするのが日課でした。でも母に甘えたい。母に振り向いてほしい。みとめさんの寂しさは募り続け、その寂しさを埋めるように、毎日チラシの裏紙に絵を描いては、母の気を引こうと必死でした。絵を描けば母は褒めてくれました。離れて暮らす祖父に至っては、もらった絵を部屋中に貼り、無償の愛を与えてくれたそうです。だからみとめさんは、そんな祖父が大好きでした。そして、小学6年生の秋頃、母から衝撃的な提案を受けたのです。妹たちも大きくなり、住んでいる家が手狭になっていく中で、綾子、おじいちゃんの家に住まないと言ってきたのです。本気なのか冗談なのかはわかりませんでしたが、大きなショックを受け、当時の記憶がないと言います。しかし、みとめさんは幼い心を押さえつけ、荷物をまとめ、祖父母の家に一人移り住むこととなったのです。その時すごい多分ショックで覚えてないんですよね。私はいらないんだみたいなのに多分思ったんですよね。いろんな荷物を詰めて出て行こうって思って、で自転車で行ったと思うんですけど、
でおばあちゃんの家に行ったら8畳の広い畳の部屋が空いてて、レースのカーテンをしてて、ピンクのラグを敷いてくれていて、幼稚園児が使うようなちっちゃなキティちゃんのテーブル買ってくれたんですよ。でいつまでたっても孫なんだなと思いながら、中学校の時はラジオをかけてそれで勉強をしたんですけど、本当言えば部屋があれば向こうに家族で住んでいたんですよね。いつの間にか食べては嘔吐を繰り返す摂食障害にもなってしまった三留さん。それだけにショックなことではあったものの、祖父たちとの暮らしを選んだ理由はそれだけではありませんでした。その時って私なんでその家出をしてまで住んだかっていうと、大好きなおじいちゃんが半身麻痺になっちゃったんです。脳梗塞、脳一血でリハビリを手伝えるかもしれないと思って、夕方歩く練習を廊下でして、大好きなおじいちゃんだからなんかトイレのお世話とかもやりましたよね。でじいちゃんのそばにいれば喜んでくれると思って住んだんですよね。母と喧嘩したっていうのもそうだけど、ちょうど時期が重なってて、おじいちゃんのそばにいてあげたいなっていう気持ちもあって行ったんですよね。祖父のこともあり、作業療養士になりたかった三留さんでしたが、学校は遠く、通える距離にありませんでした。母から離れたくない三留さんは、近くの短大に進学し、そこで保育士の免許を取得。この頃から恋愛もするようになったものの、人付き合いがもともと苦手な三留さんは、恋人の視線までも重圧に感じ、再び摂食障害になっていってしまったのです。しかし、そんな彼女を止めてくれたのが前のパートナーでした。バレちゃったんですよね、言ってないけど。でやっぱり吐きだこができてて、そういうのも分かったと思うんだけど、で言われた時にドキッとして、その次の日からピタッとやめられたというか、吐かなくなったんですね。食べ過ぎなくなったし、吐かなくなったし、でこの人といたら私ちょっと人生変わるかもしれないなと思ったんです。でその人はすごく女性らしい人が好きで、料理ができて、本当に教本に載ってるような女性像を求めてるんですよね。でその人が求む女性に自分が近づくようになれば、一般的ないいお母さんになれるかもしれない。私の望んでいる家庭、その時夢見てたのはそういう優しいお母さんのいる家庭だったんですよ。なれるかもしれないと思って一緒になったんですね。しかし、三留さんが思っていたような幸せな結婚生活は訪れませんでした。夫となった人は潔癖で、完璧な母親像を抱き続けていました。夫の思いにうまく応えられなかった三留さんは、きつい言葉を浴びせられ、次第に自信を失っていったのです。普通の母親ならとか、普通はっていう言葉を当てられるんですけど、普通って何って思うじゃないですか。そんなこともわかんねえから社会から置いてかれんだよ。本当に普通はとかちゃんととか、そういう枠に収められて、何がダメなんだろうと思いながら教えてくれることもなく、十何年間来てて、私は価値がないんだなって思って、生まれ変わったらばっかり思ってましたね。心を失い、ロボットのように生きていました。当時は自分の誕生日すら人に明かせなかった三留さん。生まれてきた意味すらわからなかったからです。ちょっとだけ言い返すことはあっても歯向かわなかったんだけど、その日は確か頑張って作ったんだけどご飯でも、それを箸で皿をつままれてパッて投げられたんですよ。もう一緒にいられないって思って、それをずっと夜まで引きずってたんですよね。やだもうやだって。このわだかまりがきっかけとなり、夫婦は喧嘩。手を挙げられた時、夫から逃げながら電話を握りしめ、震える手でかけたその先は110番。パトカーが4台も来ました。これでやっと終わりにできる、そう思いました。不安な目で見つめてくる子供たちに聞きました。一緒に行く？三留さんは自由になりたかったのです。そして子供たちとも
限りある時間を過ごしたかったのです。ママ、ママと頼ってくれる時間が愛おしかったのです。母親としていつも怯えていたら子供たちも自由にできないと思っていました。それから3年が経ち、たくさんの人を笑顔にしたいという思いから会社を作りました。20年ぶりに自分の好きと全部向き合えるようになったのです。誕生日を公開し、生まれてきてよかったんだと思えるようになりました。みとめさんは自分の感情をようやく取り戻せたような気がしました。会社を起こしてまずやったことは、自分と同じような経験をしている女性たちを救うことでした。空き家を借り、自分や息子たちの手で修繕しては、女性たちが逃げ込める場所を提供することにしたのです。だから世の中の女性で辛い思いしてる人がいたら絶対ほっとけないと思って、パッと逃げて住める場所を用意してあげたいと思ったんですよ。そういう気持ちもあって、空き家を利用してシェアハウスを作ってあげたいって思ったんですよね。だから私なんてほんの一角であって、世の中の女性で我慢してる人なんていっぱいいますよ、きっと。自分が稼ぎがないからとか、怖いから言えないから装って生きてて、でもそれで我慢して生きていったのが昔の古い女性かもしれないけど、自分は自分の人生生きたっていいと思っているので、やっぱりそういう部分に関しては力入りますよね。自分が自分を助けないで一体どうなるんだって思ってて、で育児にこう悩んでね、命を絶っちゃう人がいたりとか、そういう現実を知った時に、もっと私にできることはないかなって思いました。大変なね子供時代を過ごしてたかもしれないんだけど、気持ちが手に取るように分かる。寂しいし、求めても手に入らないっていう。でも一人でなんとか生きていかなきゃいけなくて、知恵を絞りながら生きてきたわけですよね。ありのままで生きてる人いっぱいいると思うんですけど、早くそういう自分に出会える人が増えたらいいなと思ってます。独立して会社を起こすまでになったみとめさんは、ようやく母に認められたような気がしました。そして念願だった母とのわだかまりが解け、心を開いたコミュニケーションが取れるようになったのです。しかし、それまでに費やした時間はあまりにも大きすぎるものでした。で、この間母に言われて嬉しかったのが、綾子のことはもう心配してないよって言われたんですよ。自分が会社を起こしていろんな人たちに助けてもらって仲間に恵まれてる様子を、写真を見せてるんですけど、その母が今耳が聞こえないんですよね、薬の副作用で。だから身振り手振りで話をするんだけど、すっごい苦労かけたと思いますよ。まだ65歳なのにね、耳も聞こえないし、咳も出るし、辛い思いをいっぱいしてると思う。私はすごく話すのが好きなんだけど、やっと母に話せるようになったのに、もう耳が聞こえないんですよ。だからちゃんとコミュニケーションが取れるうちにいろんな話すればよかったなとか思ってね思いますよね。独立してから約3年半、人の3倍は走り続けているというみとめさんの活動は次第に反響を呼び、一緒に活動に加わりたいという人も増えてきました。綾子さんみたいに何かしてあげたいなと思うんだよね最近っていう人が増えてきたんですよ。できるよって、何でもできるよって、私とじゃあ一緒にトラック乗って何か運ぶとか、私と一緒にあそこのお家の草刈りするとかで、私自分のこと好きになったから、私みたいに自分のことが大好きっていう人たちが増えていったら、その人たちの周りの人だって笑顔がいっぱいになりますよね。で、私一人じゃ周りは限られるけど、私と関わった人がみんなそういう風になれば、一気にみんな明るくなれるんですよ。本音でね、お付き合いできる人っていっぱいいるんですよ。こういう世界が来たらいいなと思って今こういう仕事やってるのかな。で、何より私が働くことにすごく喜んでくれる人たちがいて、喜んで相手にしてあげることが自分のためになるんですよね。相手にしてあげることで誰かが喜んでくれる、そこってやっぱ目に見えないものの循環なんですけど、
そうなれる職業ってなかなかないですよね。自分のために働く、例えばそういうサイクルになってる方もいっぱいいると思うんだけど、相手のために働く、それを喜んでできる自分で、その自分を見てくれて喜んでる人がいる、母でありいろんな人ですけど、そういう人がいるこの仕事がなんて幸せなんだと思いますね。私自身は何者でもない一つの存在ですね。ハーブガーデンかわいい、すごいもうね、元気がよくてね。これから行うのは出張コンサルタントですが、その前にお客さんのハーブガーデンで癒しを得ているといいます。この色なんて絵の具じゃ出せないよね。おはようございますいやー、癒しでしたよ、癒し。もう爽やか。お花もこれバタフライピーって言ってお豆のお茶なんですけど、で新規のお客様が1名、それがなんかで、自分のことが好きじゃないので人に会うのも嫌だったですよね。だから人のことをこう遠目で見ながら羨ましく思って、生まれ変わったらこれがしたい、生まれ変わったらこれ食べてみたい、生まれ変わったらと思ってたんですよ。でも生まれ変わらないじゃないですか。一人になると決断して行動した自分のことを今は良かったなって思ってます。より自分の源泉にたどり着いて、毎日が楽しくて仕方がない、そういう生き方ができたので、こんな私でもいつからでも生き直すことができるんだって自信ついたんですね。ってことは、世の中の方たちで悩んでる人がいても、いつからでも人生は再スタートが切れるよって、そういう思いでお客様にこの 2,3 年は一緒に伴走させていただいてやってきました。まだまだ出会ってない人がいるので、本当にどれだけの人に会えるか楽しみですね。本当に自分に自信がなかった、生きづらさを感じた私がありのままの自分になれたら、心がこう開いている状態で会えるので楽しみでしかないんですよねどんな反応してくれるのかなと思いながらも会ったりとか、この人のこともっと知りたいなって大体思うんですよ。で、やっぱり私は一回会った人は絶対忘れたくないんですよ。あと忘れられたくないしと思うと、本当に一人一人が大事で大切だなと思いますね。相手の言葉は神様の言葉だと思ってるんです。相手の言葉はすごく大事に聞くようにしていて、ヒントがたくさん詰まってるんですよ。言われた言葉に対して本人が困ってない言葉だとしても、その中に何かしら課題があるんですね。それを解決するというか、そこをサポートするのが私の役目だと思ってます。なので、その人のことをもう全方向をアンテナにして豊かな気持ちになってほしいですよね。ちょいちょいお誘いいただいたりして愛子さんと割と会う機会があったんですけど、本当に会うたんびに、有料級のコンサルのお話をボンボンくれるわけですよ。いいのって、私もその時別のところでお勉強してた最中なんで、これって絶対有料級だよねって、こんなこと話していいのって、いいんですいいんですって言って惜しみなくくれるわけ。そうなんだっていう、その自分が気づかないところ、そういうところをお伝えいただけるので、人間なんてやっぱり自分のその経験したところでしか見えないじゃないですか。でもちゃんと彼女は私が見えてないところからもアドバイスくれるから、すっごく助かります。いただきます。すごい食べるんですよ。すごい量ですね。団子汁だって。ほら団子。本当だ。美味しそう。いただきます。いつもフル回転の彼女は消費するカロリーも人並み以上のようでした。レンタルスペース業務を行っている三留さんですが、彼女が独立して最初に借りたという物件を案内していただきました。
ビーチクリーンをした後に集まってここでね小学生中学生に講座したりとかもしてる。湿気って音がねへっこんなままこう上がらないとかね、世界に1台しかないピアノだねって子供たちと話をしてて、完璧なんかないよって。で今日本はほら物が溢れてるじゃない。こうでなくちゃいけないっていう枠の中に収まってみんな生きてるけど、そうじゃなくてあるものでいろいろ楽しいことはできるんだよっていうことを私はねこのお家から発信してて、でいつでもねどこかに買いに行けば物が手に入る消費の社会だと思うんだけど、それはねもうちょっと考え方が変わってもいいかなと思っているっていう話をするんですね。ちょっとパートナーシップでね問題があって身を寄せる場所が欲しいって人にもお貸ししている場所なんですよ。身の安全の確保のためというか自分を癒す場所としてね使ってくれたらいいなと思って提供しています。作品なわけよ、一つ一つがね一個一個可愛いの。たくさんの肩書きを持つ三留さん、クラシックボタン店のオーナーでもあります。ある手芸店が閉店し、たくさんのボタンも廃棄されるということで見せてもらった時にボタンの魅力に心を奪われてしまったそうです。可愛くてボタンがこの中にこう散りばめられてたりとかさ、こんな世界があるのかと思うんだよね。東京からねこの間は買い付けに来てくれて、インスタ見ましたって言って、やっぱりそのほら時代の文化なんだよね。ボタン屋さんが言うには同じデザインで大中小とこうね展開させていくこういう技術は日本独特のもので、この中の細工が埋め込まれていて、それが徐々にちっちゃくなっていく。ボタンのデザイナーさんがいた時代だからね。一見ボタンってわからないよね。わかんないですね。そうなんですよ。だから大きいものとかは割とこうシックなようで割とこうねデザイン性がこう飛んだものもあるので、イヤリング一つでお顔がパッと明るくなったりとかねするんですよ。ボタン屋さんなんだけどボタンを売ってるのではなくて、ボタンを通じて場を作るきっかけを提供してるというかね、こう物をあげるんじゃなくて感動も一緒にとかね、何かこうヒントとかワクワクとかそういうのも一緒に提供できてればいいなと思う。ワクワクするのが一番だと思ってるので、いろんな人にも言ってる。ワクワクしてないんだったらワクワクしてる方をやった方がいいと思います。何よりエネルギーがないところには何も集まらない。三留さんに相談を持ちかける女性の多くは、これから社会と改めて関わりを求め、起業を考えている女性たちです。例えばシクラメン取るにしても、シクラメンをガシャッと取るだけじゃダメなんですよ。シクラメンをここに置いて、その後ろに誰かが対話しているようなのをぼやかせて入れるとか。今回三留さんを訪ねた女性は、子育てを卒業した今だからこそ、自分も何か社会に役立つことができないかと相談に訪れました。挑戦したいのは、生花店などで廃棄されるロストフラワーを使ったビジネスです。三留さんが得意とすることは徹底的なヒアリングです。心の棚卸しとも表現されるその工程は、幼少期や少女時代から抱いている小さなしこりを見つけることで、本人も気がつかない本質的な部分を探っていくというものです。次に、それらをお客さん自身に文章でまとめてもらいます。その棚卸しをしてもらったノートの中にいろんなヒントが眠ってるんですよ。なんか物分かりが良くなきゃいけなかったっていう、そういう小さな頃、物分かりが良くないのに物分かりにふりしなきゃいけないみたいなね。この時三留さんはお客さんのことがとても共感できると言っていました。その同じくお母さんともその関係性ちょっと悩みながらも子育てでも悩んでる。で、自分自身ももしかしたら生きづらさを感じているお母さんたちに対しての場作りをした時に、自分が本当に癒せた時に喜びを感じるんだよね。そうですね。だから
そのままでいいんだよなんて、結構生きづらさを感じてからいろんな人に言ってもらってるから、これをずっと言ってもらえてたら、本当に楽だったんだろうなと思って、言ってあげられたらいいなって。その人が自分の在り方、ちゃんと本来の在り方に戻れるように、例えばだけどこっちが褒めすぎることもないし抑えるようなこともしないんだけれども、その人がいつも穏やかで本来の姿でいられることが何よりだと思ってるの。その人らしくいろんな人が集まってきたりとか、その人自身が最高のパフォーマンスができる状態ってそうだと思ってるから。で、何か悩み事とかモヤモヤしたことがあったら自由に話させてあげて、寄り添いすぎずに客観的な意見を聞かせるんだね。ちょっと遠目から見て問題と捉えないアドバイスの仕方をするというか、それは大変でしたねなんて絶対言わない。大変じゃないから。大体のことは悩み事じゃなくてもう解決に向かっていることが多いんだけど、それをわざと思考の癖で悩みだと思ってずっとそこにとらわれてしまうっていうのが大体の人なんだよね。でもそうするって何のプラスにもならなくて何も成長がないから、そういう風な時間を減らしてあげるためにすごく客観的な意見をポンポン投げて視野を広げてあげるのが私の役割なので、その視野を広げた時に自分をちょっと俯瞰的に見れた、その体験が本来の自分の在り方をねこう掴めるようになるっていうかね、違うようにこう広げてあげて自分も見れるようにしてあげたいと思ってる。伺った旅館での今回の三留さんの役割は SNS の新しい使い方や発信方法を提案することでした。またこういうのも慣れなのでね、何枚か作れば。 SNS を担当していたおかみさんでしたが、本来必要なお客さんへのアフターフォローがどうしても手薄になってしまうというジレンマを抱えていました。そこで三留さんは提案できることがあると打診、 SNS の活路を見出していました。そこで三留さんは若いスタッフを SNS 担当として育て上げ、それを機に投稿内容を一新、また SNS 媒体も広げていくことを提案していきました。旅館を代表しての発信となるため、若いスタッフはその重責から写真選びやキャッチコピーなどに不安があるといいます。あと画像とか色合いとかをやっていくだけなので、難しさ的にはないんですけど、こういう風なイメージとかがあったら、それ通り作っていくだけなので、そんなに時間はかからないかなとは思ったんですけど、真ん中の写真を何使おうかなと思って悩んだりとかしてたんで、あとこう空いてるところをイラストとか入れれたら可愛いなとか。スタッフが SNS をやることによって今まで見えていなかった部分にまで配慮ができるようになることも今回の三留さんの狙いの一つでもあります。何かしらこう文字とそのデザインのものが一個飛びぐらいであると、ピンクの枠とかでね、そういう風にしていってもいいかなと思ってるんですね。こんな時はどうするのみたいな、そういう一文を入れて、なので一人でその時間をたくさん取るよりも何人かで分担して自分も作れるしあの人も作れるしっていう形にしていけば、誰か休んだ時でも安心じゃないですか。お子様連れの宿の画像にしていった方がいいかなと。おかみさんが赤ちゃん連れ歓迎の宿としての謳い文句が利用者に届いていないという問題について話し始めました。料理の写真があって、で赤ちゃん用の写真がこう出てくるんですけど、すごくね違和感を感じるっていう人が多かったらしくて、でよくよく見ていくとお子様歓迎の宿なんだねっていうふうに、そういう方が多かったんですって。なのでうちがあんまりこうお子様歓迎の宿とあんまり知られてないというか、でも Facebook も確かにお子様歓迎の宿の色全然出てないなと思ったので、私たちがお子様向けの何かこうものを入れていって、途中で板長が料理を入れていくっていう感じになるのか、この板長の料理の写真を一旦こっちでもらってみんなで順番に出していく。赤ちゃん連れ歓迎の宿と割烹の宿として両立できていることを魅力的に伝えるために、板長からも写真をもらい、両面からバランスよく発信していってはどうかと三留さんは提案しました。
板長の思いみたいなものも書いてもいいかもしれないです。っていうのを板長が書くのではなくて、皆さんの方から第三者の声としてあげる。うちの板長は昔からこういうのを出したいと思うと足を結局通っていろんなお姉さんが。コンサルタント業務の終盤、5月に行う旅館とのコラボイベント、着付けのファッションショーについての打ち合わせも行われました。誰もやったことがない、どこにもないような空間を作りたいんですよね。それが自由な着付けをして歩いてもらうっていう、こう赤いね絨毯を買ってラーメンをしてもらうんですけど、その企画が通りそうなので、今日はその打ち合わせ。私この人の生活をすっごく憧れてて、自分が好きな場所で好きな仕事をして、で余暇も楽しむ、それこそプライベートと仕事の境目がない生き方をしてて、いつまでも夢を描いてる方ってすごく若いし、パワーがあるな、笑顔がすごく素敵だなと思う。理想うちにね、中にいるだけが女性の仕事じゃないと思っていて、外にどんどん出ていってもらいたいし、日本にとどまらず世界に出ていってもいいと思ってる。自分の可能性をね、諦めてしまっている女性っているんだけど、まさに昔の私がそうだった。子供の手が離れたらとか、次生まれ変わったらっていうふうにすごく考えていたので、そうではなくてもこのいただいた今世、この体と心を存分に生かしていろんな可能性を開いていきたいと思ってる。それを次々実現できているので、こんな私でも変われたんだから、いろんな人たちも変われるよって私はね、生きる力としていろんな人たちに知ってほしいなと思っています。それがね、私ができる、させてもらえることなのかなと思っています。眠っている着物を呼び起こし循環させる、古き良き日本の文化と伝統、そして美しさを守ることも大きな環境活動になるのだと、三留さんは嬉しそうに語ってくれました。